みんな、ずんだもんなのだ。今回は南米のあの国、アルゼンチンを紹介していくのだ。実はね、アルゼンチンにはとっても驚きな豆知識があるのだ。ねえねえ、聞いて驚くのだ。世界で最初の長編アニメーション映画って、実はディズニーの白雪姫より20年も早くアルゼンチンで作られていたらしいのだ。すごいのだ。今日はそんなアルゼンチンからとっておきのニュースをなんと5つも紹介しちゃうのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。南大西洋の未知生物映すロボットの YouTube ライブ配信に数十万人が熱狂。アルゼンチンを魅了したカトリック、スター、ヒトデとドラァグクイーン、カニっていう記事なのだ。アルゼンチンで海底ロボットのライブ配信がすごく大人気なのだ。何十万人もの人がこれまで見たことのない海の生き物たちに夢中になっているのだ。人気アニメのカトリック、スターにそっくりの人でや可愛すぎるドラァグクイーン、カニまで見つかっちゃったのだ。毎日100万回以上も視聴されてテレビでも放送されるようになった凄さなのだ。お家からでも科学が見られるってとってもユニークな機会でまさに希望の光なのだ。これは見逃せないのだ。この動画が面白いって思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると嬉しいのだ。さあ、みんなで一緒にアルゼンチンの魅力と最新ニュースを見ていくのだ。皆さん、こんにちは。今日は南米の美しい国、アルゼンチンをご紹介するのだ。アルゼンチンは南アメリカ大陸の南部に広がるとても大きな国なのだ。首都はヨーロッパのような美しい街並みが魅力のブエノスアイレス。ラプラタ川の河口に位置し、国の文化や経済の中心になっているのだ。歴史を少し振り返ると、アルゼンチンは16世紀にスペインに支配された後、1816年に独立を果たしたのだ。現在では大統領を国家元首とする共和制を採用していて、民主主義国家として歩んでいるのだ。人口は約4600万人。豊かな大地に恵まれていて、広大なパンパ平原での牛肉や小麦の生産が国の基盤を支えているのだ。サッカーは国民的なスポーツで、熱狂的なファンが多いのだ。単語発祥の地としても有名で、情熱的な音楽とダンスは世界中で愛されているのだ。マテ茶を飲む習慣や、家族や友人とアサードと呼ばれるバーベキューを楽しむのも、アルゼンチンならではの文化なのだ。最近の話題としては、経済的な課題に直面しているものの、2022年のサッカーワールドカップで優勝し、国中が大きな歓喜に包まれたことは記憶に新しいのだ。新しい大統領が就任し、大胆な経済改革を進めようとしていることにも注目が集まっているのだ。広大な自然と豊かな文化、そして情熱的な人々が暮らすアルゼンチン。いつか訪れてみたい国の一つなのだ。一つ目のニュースなのだ。政治、ミレイ、財政均衡へ年金増額に拒否権という記事なのだ。アルゼンチンのミレイ大統領が高齢者さんや障害者さんの年金を増やす法案にまたまた拒否権を発動したのだ。財政をしっかりさせたいからというのが理由なのだ。大統領は選挙の時からチェーンソーを振り回して国の支出をガンガン削るって言ってたのだ。その言葉通り公共事業を止めたり公務員さんをたくさん解雇したりいろんな機関をスリム化したりしてきたのだ。すごいのだ。そのおかげで14年ぶりに国の予算が黒字になったりインフレが随分落ち着いたりすごい成果を上げているのだ。でもその一方で何百万人もの人が貧しくなってしまって国民はデモを繰り返して抗議しているのだ。特に年金をもらっているお年寄りさんたちは大変なのだ。もらえる年金が生活に必要なもののたった3分の1くらいしか賄えなくて7割以上の人が貧困のラインを下回って暮らしているらしいのだ。これはとても心配なのだ。ミレイ政権は年金増額は財政のバランスを崩す無責任なものだと主張しているのだ。総額すると今年は500万ドル、
来年には1200万ドルもの追加費用がかかるらしいのだ。だけど、議会には大統領の拒否権を覆すことができる力があるから、これからどうなるか、目が離せないのだ。実は、ミレイ大統領は、他にも大学の予算を増やしたり、障害者さんの医療支援を充実させたりする法案にも拒否権を発動しているのだ。国の財政を立て直すのはすごく大切だけど、国民の皆さんの生活とのバランスをどう取るか、本当に難しい問題なのだ。ずんだもんも、アルゼンチンの皆さんのことが気になるのだ。2つ目のニュースなのだ。南大西洋の未知生物映すロボットの YouTube ライブ配信に数十万人が熱狂。アルゼンチンを魅了したカトリック、スター、人手とドラァグクイーン、カニという記事なのだ。アルゼンチンでは海底ロボットのライブ配信がすごく大人気なのだ。何十万人もの人がこれまで見たことのない海の生き物たちに夢中になっているのだ。アルゼンチンとアメリカの科学者さんたちが深さ約4000メートルの海底渓谷を探査しているのだ。ロボットが見つけた白い不思議な生き物には連れて帰ってほしいってコメントがたくさん来たのだ。特に話題になったのはお尻みたいな突起があるオレンジ色の人手なのだ。みんな人気アニメのカトリック、スターにそっくりって言ってインターネットでカトリックはアルゼンチン出身なのだってミームが作られて大盛り上がりしたのだ。他にもカニはドラァグクイーン、ナマコはサツマイモで可愛いニックネームが付けられたのだ。毎日100万回以上も視聴されてテレビでも放送されるようになった凄さなのだ。探査リーダーのダニエル・ラウレッタさんはお家からでも科学が見られるってとってもユニークな機械なのだ。科学が遠いものではなくて毎日の生活の一部になるのだって言っているのだ。これまでに見たことない生物やまるで別の惑星みたいな海底の景色が見つかっていて科学者さんたちも驚いているのだ。でも実はアルゼンチンでは科学研究の予算がどんどん削られていて科学者さんたちが大変な状況なのだ。そんな中でもライブ配信のチャットにはコフタセット、科学研究機関、万歳で応援メッセージがたくさん送られているのだ。この人気は暗い状況の中での希望の光だって科学者さんも言っていたのだ。みんなの好奇心や応援が科学の未来を明るくする力になっているのだ。3つ目のニュースなのだ。IMF、アルゼンチンの準備目標50億ドル緩和、2025年200億ドル融資継続を支援という記事なのだ。IMF がアルゼンチンの外貨準備目標をなんと50億ドルも緩和してくれたのだ。これでアルゼンチンは IMF からの200億ドル融資プログラムを続けやすくなったのだよ。アルゼンチンは今年末までに純外貨準備高をマイナス26億ドルにすれば次の IMF 資金50億ドルを受け取れるようになったのだ。これは以前の目標よりぐっと低いのだ。ちなみに今はマイナス64億ドルでこれは先月の国際支払いも影響しているのだ。 IMF はアルゼンチンが今回の外貨準備目標マイナス11億ドルを達成できなかったのに特別に許可を出して20億ドルの融資実行を承認してくれたのだ。アルゼンチンは予算黒字化など他の目標はちゃんと達成していたらしいのだ。実は IMF が4月にこのプログラムを承認する前からアルゼンチンは市場の混乱で外貨準備がどんどん減っていたのだ。 IMF からの資金も期待したほど外貨の流入にはつながらなかったみたいだね。当局が物価の安定化やインフレの継続的な抑制を優先したことも外貨流出の原因になったと IMF のスタッフが言っているのだ。現在の外貨準備の再建には予想より時間がかかっているのだ。経常収支の赤字が広がっていることも影響しているらしいのだ。でもアルゼンチンも手をこまねいているわけじゃないのだ。 IMF の報告によると債券の発行や外貨の一括購入などで6月以降すでに20億ドルも外貨準備を増やしているのだよ。他にも
国営企業の民営化や資産売却、事業のコンセッション、運営権売却などもさらなる外貨獲得に貢献すると期待されているのだ。IMF はアルゼンチンからの要請を受けて、外貨準備目標の達成スケジュールを緩和したのだ。目標が元通りになるのは2027年末になりそうで、この年にはアルゼンチン大統領選挙も控えているのだ。次の IMF からの融資実行は、以前の予定だった11月ではなく、早くても来年1月下旬になる見込みなのだ。先週金曜日には、アルゼンチンのドル建て債券が少し値下がりしたのだ。これはアメリカのトランプ大統領が新たな関税で世界の貿易を揺るがしている影響もあるけれど、市場の投資家たちは政府が IMF の目標を達成できないことを今年の1月の債務支払い前からすでに織り込んでいた可能性が高いのだ。IMF は今年のアルゼンチン経済が約 5.5% 成長し、インフレ率も 20% から 25% 程度に下がると予想しているのだ。これからもアルゼンチンの経済から目が離せないのだ。4つ目のニュースなのだ。ミレイ大統領、トランプ元政権国土安全保障高官と会談。ビザ協定で情報、入管協力強化へ。2001年危機で停止の取り組み再開。という記事なのだ。アルゼンチンのミレイ大統領がアメリカのクリスティ農務国土安全保障長官と会談したのだ。農務長官はアメリカのトランプ大統領の側近で、移民政策にとても強硬な姿勢を持つ人なのだ。今回の会談では、アルゼンチン人がアメリカへビザなしで渡航できるようになるビザ免除プログラムにアルゼンチンが再び参加するための意向書に署名したのだ。このプログラムはかつてカルロス・メネム政権時代に導入されたけど、2001年の経済危機で停止されてしまっていたのだ。もしこの協定が最終的に承認されれば、アルゼンチン国民は観光やビジネス目的で最大90日間までビザなしでアメリカに入国できるようになるのだ。これは旅行がとっても便利になる良いニュースなんだけど、その代わりにアルゼンチンはアメリカと情報や移民の管理に関してこれまで以上に密接に協力しなくてはならないのだ。農務長官はアメリカの安全保障を担う重要な役職で、22もの連邦機関と20万人以上の職員を監督しているのだ。彼女は移民ハンターとも呼ばれるほど移民問題には厳しい見方をしているのだ。今回の訪問はブエノスアイレスとワシントンの関係がますます深まっている証拠とも言えるのだ。アルゼンチン政府は2026年にアメリカで開催されるサッカーワールドカップまでにこのビザ免除プログラムを稼働させたいと考えているのだ。そのためにはアルゼンチンがアメリカの定める厳しい安全保障基準をクリアする必要があるのだ。これはアルゼンチンの安全保障システムが信頼されていることをアメリカに示すとっても大切なステップなのだ。この動きは両国のさらなる協力強化に向けた重要な一歩になるのだ。5つ目のニュースなのだ。当局が汚染バイアルを調査。フェンタニル投与患者の遺族が正義を求めるという記事なのだ。アルゼンチンで汚染されたお薬、フェンタニルを投与されて亡くなった患者さんのご家族が正義を求めて静かなデモをしたのだ。とっても悲しい事件なのだ。デモはラプラタという場所で7月末に行われたのだ。全部で54人もの方が亡くなってしまって、そのうち15人はラプラタ出身だったのだ。亡くなった方々は3月から5月の間にフェンタニルというお薬を投与されていたのだ。フェンタニルはモルヒネよりも50倍から100倍も強力なとっても強い鎮痛剤なのだ。アメリカでも2024年にはフェンタニルが原因で4万8000人以上の方が亡くなったそうだから、本当に恐ろしいお薬なのだ。今回の事件ではイタリアの病院というところでフェンタニルにクレブシエラ、ニューモニエとラルストニア、ピケッティという細菌が混じっていたことが分かったのだ。病院側は亡くなった患者さんはもともと重い状態だったからフ
フェンタニルが直接の死因とは言えないって言っているのだ。でも亡くなったレオネルさんの兄弟のアレハンドロさんはフェンタニルが数日で命を奪ったのだと話しているのだ。亡くなった方の弁護士さんは汚染と死のつながりがあるか詳しく調べるために法医学チームが医療記録を調査するって言っていたのだ。裁判所もこの事件を調べていて HLB ファーマとラボラトリオス・ラマージョという2つの会社が汚染されたフェンタニルのお薬を15万本以上もアルゼンチンの5つの州に売っていたことが分かったのだ。これまで20回以上も捜査があったのにまだ誰も逮捕されていないのだ。ご家族は亡くなった大切な人の写真を持って涙ながらにフェンタニル犠牲者のための正義をと訴えていたのだ。早く真実が明らかになってみんなが安心して暮らせるようになってほしいのだ。今回アルゼンチンの奥深い文化やミレイ大統領の大胆な経済改革、深海の不思議な生き物の発見、IMF からの支援などいろいろなニュースを紹介したのだ。貧困や医療の問題といった課題もあるけれど情熱あふれる国民の皆さんがきっと乗り越えていくはずなのだ。これからもアルゼンチンの未来をズンダモンと一緒に見守るのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。